やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ナイス HCK の EB2S。最近、一気に熱が入り出した、超低価格インナーイヤー戦線に、ここに来て、ナイス HCK の粒揃い、EB シリーズから、待望の低価格モデルの後継機、と期待値の高い一本だ。今回紹介するブランド、ナイス HCK は、このレビューを継続的に見ている人なら、もう知ってる人が多いはず。特徴的な7つ、3方式のドライバーを組み合わせた、超クリスプな解像度重視イヤホン、ナイス HCK-NX7 シリーズや、最近では、ロフティ、トップガイなどで、常に話題を作り続けてるブランドだ。それから、定期的に出す福袋で、過去の特定の商品を安く詰めたり、新商品を安く発売したりと、何かとユーザーがいい気持ちで参加できるセールを多く開催してるブランドだな。あと、ケーブルも大量に発売してたりしたな。そんなブランドが展開する EB シリーズは、開放型イヤホンと呼ばれるタイプのシリーズだ。開放型イヤホンは、密閉型よりは大きく、ヘッドホンよりは小さいドライバーを使って、音の響き方や高音の伸び方を自然に再現できるシリーズ。遮音性こそないものの、外の音もそのまま入ってくるので、密閉型とは全く違う使い方ができるのが魅力のシリーズだな。EB シリーズには、過去に高級機、EBX を皮切りに、EBX のドライバーをそのまま、外装周りで大幅にコストダウンした EB に、EBX の後継として、フルモデルチェンジした EBX21、この3機種がラインナップされてる。残念ながら全て生産は終了していて、入手するのは難しい。先日 EBX21 の最終処分福袋も無事履けた。今回登場した EB2S は、低価格モデル、EB2 の後継だが、音色、外装、何もかもかなり別物だ。シリーズを全て追いかけている人からすると、EBX にかなり近いらしい。現在、EB2S は福袋として販売されていて、なんと20ドル以下で手に取ることができる。KZ の低価格ラインのせいで、物価感覚が麻痺してるかもしれないが、完全アルミ製、独自ハウジングのイヤホンが20ドルはかなりおかしい。もちろん、音の方もかなり良好だ。ちょうど直近で発売された同価格帯のライバル、ベルライムよりも安価だが、その音色はどんな感じになってるんだろうか？まずは外装から、今回はラインナップの黒と緑が同時にラインナップ。どちらも鮮やかな色合いで、金色のアクセントもあってとても低価格モデルには見えない。金属パーツはハウジングのみでなく、プラグ、スプリッタ部分にも使われていて、価格を大きく超える高級感のある見た目を持っているぞ。ちなみに、先代の EB には70年代の人が想像する UFO みたいな外観だった。それと比べると、EB2S はすごく進化したんじゃないかな。ケーブルはリケーブルできない。なので、組み込まれた洗剤が重要になるわけなんだけど、先代、EB2 の弱点は、このケーブルだった。ちょっと抵抗が大きいことと、銀メッキ線だったんだけど、これがすごく太陽光で黄ばみやすかったんだ。なので、音質はともかく、質感としてはちょっと問題のある状態だったんだけど、EB2S は、表面にドブの入った太いケーブル、被膜も半透明ながら黒色で、見栄えと実用性を両立したケーブルが使用されている。表面に刻まれたドブのおかげで、タッチノイズも小さくなっていて、開放型イヤホンの、あまりケーブルノイズを拾わない特性と相まって、ほとんどケーブルに煩わされない使い心地になっているぞ。また、低価格ではマイク付きが強要される場合も多いんだけど、EB2S は、マイクなしが選択できる。基本的にマイクを使うシチュエーションがないので、今回は2色とも、マイクなしで注文した。なので、マイクテストはない。必要な方は申し訳ない。続けて、内装の方を見てみようか。EB2S は福袋商品で、まだ細かなスペックが公表されていない。パッケージから読み取れる情報は、インピーダンスが32オーム、対応する周波数が20から 25kHz。ドライバーのサイズは、開放型イヤホンの最大サイズである 15.4mm、12mm のドライバーを使用した開放型もあるんだけど、その場合ちょっと高音と低音が揃いすぎて音が切り分けにくかったりするんだよな。もちろん、工夫によって、そのサイズで良好なバランスを実現してるモデルもあるけど、ともかく 15.4mm に間違いなし、と思っておけば大丈夫。振動板は樹脂振動板、あるいは複合樹脂振動板だと思われる。音の傾向とか、特別アピールされていないところ。それから、EB シリーズがみんな通常の樹脂振動板を使っているところから、EB2S もこの仕様を踏襲してる可能性が高いな。基本的に、開放型イヤホンは、カナル型以前から存在して最適化がされ尽くしたジャンルなので、ここに目新しさは期待してはいけない。
それじゃ、みんな期待しているだろう音質について、EB2S は低音の表現力、バランスの良い鳴り方、温かみのある音色を持っている。と言っても高音域が出ないわけではなく、そこも出ているからバランスよく感じるんだよな。個人的にはクッションパッドで塞がない音が好き、というより、高音が入る音質ではないので、クッションなしの状態が一番心地よく聴けるんじゃないかと思う。もちろん、開放しているので重低音は期待できないんだけど、それでも小型のドライバーを開放で鳴らしているのにきちんと存在感のある低域だ。このイヤホンだけ聞いていると、これだけでいいんじゃないか、という気分になる。実際、これだけでいい。しかし、僕らはマニアなので聞き比べをするのだ。ここから先は、同価格帯のどれを買うか悩んでいる人や、すでにナイス HCKK の手持ちを持っている人のために、音を聞き比べてみよう。詳しい評価はその後に。まず、先代である、HCK の低価格モデル、EB2 と比較してみよう。EB2 は高音域が鋭く、低音域が軽いインナーエアーだった。EB2S はより低音域に説得力があって、高音域が柔らかい。そこら辺に意識を割いて聞いていると、結構これは大きな違い。ケーブルの線材の違いや、ハウジングの設計が、この違いを生んでいると思う。また、EB2 は高音域に少し刺さる粗さが残ってたんだけど、より温かみのある EB2S にはそれがない。EB2S は誰にでもおすすめできる音質になったと思うな。外装の高級感的にもその印象は強い。EBX21 と比較してみると、実は、EBX21 は、個人的には先代、EB2 の方に近い、高音域の表現力に優れ、低音域もできる、EB2 の弱点をコストと再設計で潰した、美味しいところに雑音の混じらない仕上がりだ。EB2S は高音域がより優しい印象なので、EBX21 とは聞き所がちょっと違う印象。持っている人曰く、EBX21 の先代、EBX に先祖返りしてるんだとか、そう考えると、イヤホンを揃える楽しさを再度理解させてくれる音作りだと思うな。EBX21 は、EB2S より高音域が明瞭で、透き通るような音、EB2S の方がより長時間ゆったりと聞いていられる音、という認識でいいと思う。それから、これも気になるだろう。HZ サウンドベルライムとも比較してみよう。ちょうど同じ時期に発売された、注目度の高いインナーエアーだ。ベルライムも EB2S も優しい鳴り方をする、低価格インナーエアーだ。どちらも長時間聞きやすく、バランスも良い。どちらも、一台で長時間付き合えるイヤホンなんだが、強いて言うと、ベルライムはよりバランス感覚に優れ、何でもいい具合に聞かせてくれる。EB2S は若干低音域が強く出て、よりメリハリのある印象だな。結構近い傾向を持つんだけど、EB2S の方が、低音域のメリハリがあるので、個人的には長く聞いてられるかな。ここは完全に好みだと思う。音じゃないけど、ケーブルの質感は EB2S が優れ、装着感ではより円盤部が小さいベルライムが優れるぞ。というわけで、このイヤホンの類似機種に対する対位置を再確認したところで、今度は EB2S について、より音色を切り分けてみようか。超高音域は、金属音が目立つことのない、全体に優しい塩梅なんだけど、でも、ちゃんと出てる。聞き流せる違和感のなさ、他の音域に飲まれてるわけではないバランスの良さだ。逆に、EB2 なんかはここがガリガリに引き立ってたので、高音域を聞かせるイヤホンになってたんだよな。中音域は、若干柔らかい、ボーカルなども、しっかりと息継ぎがわかるような音質ではなく、でも声として聞き取れる感じ、この適度に情報をカリカリに出さない感じが、長時間聞ける理由なんじゃないかと思う。低音域は若干膨らんでいて、温かく弾力がある。と言っても、変にぼやけたりするわけじゃなくて、柔らかくちゃんと表現できてる感じ。サブベースは開放型の特性上期待しないのがいいぞ。この構造でサブベースが聞きたいなら、ヘッドホンくらい大きくないと無理だ。空間は開放感があるが、結構近いところで鳴ってる感じがする。全体的に柔らかいので、それもあって広い空間を感じないのかもな。と言っても、違和感を感じるようなものじゃない。むしろそこら辺の情報量が少ないのでやっぱり長時間聞いて疲れないちょうど良さなんだよな。というわけで、まとめてみようか。ナイス HCK-EB2S は、HCK が久しぶりに送り出した、空白を埋める新型低価格開放型イヤホンだ。自然な鳴り、EB2 の高音を強調したサウンドとは真逆の、ゆったりと聴ける仕上がりで、誰にでもおすすめできる。価格は据え置きなんだけど、仕様は大幅にアップグレードしていて、特に本体の仕上げ、ケーブルの質感変更は非常に大きなアップグレード。音色としては方向転換していて、よりゆったりと聴ける仕上がりに、高級機との違いは、ここをゆったりと聴ける仕上げにしたか、同じような表現なのに情報量が多いかだな。ここはコストによる精度で実現してるんだと思う。
ケーブルの取り回し、見た目、音質、どれもこれも総合的に見てこの価格とは思えない。低価格モデルで高級感と音質を両立したモデルでも、大体どっか突っ込みどころがあるものなんだが、EB2S はこれだけモデルの不在を耐えた甲斐のある完成度だ。ぜひ自分でも、インナーイヤー型の良さを知るために使ってみたり、あるいは、少し年配の、このタイプのイヤホンを好む人なんかにも勧めてみてほしいな。ぶっちゃけ5000円くらいで売っても全然罪悪感が湧かないくらいの仕上がりになってるぞ。やらんけども。と、こんなところだな。HCK のインナーイヤー、というか、インナーイヤー市場自体、粒揃い。その中で、見た目、取り回し、音質を備えたモデルは、いかに市場のレベルが高くても支持されるだろう。今後も HCK の新作に期待が高まるな。と、いったところで今回はここまで。で、ここからはプレゼントのお知らせ。今回レビューしたナイス HCK EB2S を2名様にプレゼントするぞ。締め切りは2022年の2月7日まで。応募方法は詳細欄に書いておくので、チェックしてみてくれ。そんな感じで今回はここまで。